テレビ越しで終了してしまった時が自分の中ですごい複雑に、やっぱキーパーの重要性っていうのはやっぱ彼女が作ったっていうか、タイプロは最後の方も泣いてたな。シーズン振り返ってみてどうでした？シーズンは初めての海外移籍で全部が新鮮で、自分にとってはすごい、学びのあるシーズンだったかなと思います。ワンシーズン通して怪我に悩まされてきたのかなと思うんですけど、その怪我してる時の自分との向き合い方とかはどう過ごしてたんですか？その怪我した場所が初めてだったので、どう治すのかとかどれぐらいかかるのかも全然わからない、そのストレスはあったり、怪我によって大きい大会が終了してしまった、テレビ越しで終了してしまった時が自分の中ですごい複雑でしたね。初めてだったので。他の動画でセカンドキーパーで過ごす時間が長かったのが今までのキャリアでなかったっていうことは言ってたんですけど、そういう時の自分の向き合い方とかはどうやってたんですか？最初の方は多分暗かったかなっていう、自分ではそう暗くならないように意識してたけど、どうすれば出れるのかとか何が足りないのかっていうことにすごい足りないものばっかに目に自分の中で探ってしまってて、なんかそれだったらなんかしんどいなみたいな、だったらもうその一日一日の練習に対して自分のためにやっていこうっていう方向になって、あとは時間が解決してくれるだろうなっていうのは、ポジティブに考えながら過ごしてましたね。マンチェスターのキーパー陣ってすごい仲いいイメージなんですけど、みんななんかライバル意識ありながらも仲いいみたいな。そうだね、ライバル、なんかでもみんないい子なんですごい、一番そのキーパーの中で最年長なんで、うまくやろうとは努力してるかなと思います。その山下選手流の、さっき言ってた自分流の向き合い方とかあったら教えてください。何かに書いてっていうよりかは、寝たらいいかなみたいな寝て考えて好きなもの食べて OK みたいな、なんかその現実とは向き合ってはないけど、サッカーしてる時だけでいいかなっていう、サッカーからもう終わった瞬間そういう考えることをやめましたね。疲れちゃうから。それは日本にいた時と移籍してから変わったってことですか？そうだね、日本にいた時にそういう経験が少なかったから、だからやっぱ海外に移籍してそういうことを体験できたんで、日本ではあんまなかったかな。その移籍して前の動画で日本とはやっぱ違うなって言ってたけど、具体的にどんなことが違って、やっぱあっちはどのくらい発展してるのかっていう。結局そのクラブがやっぱ有名、ってなるとやっぱお金もあるし、そのお金でいい選手も集められて、プラス優勝した場合の賞金だったりチャンピオンズリーグの賞金とか、魅力的
選手もそうだけど、それを応援したいとか応援 しようと思うファンの方々も魅力的なリーグだったり仕組みだから、自然と強度が上がったり、プレースタイルだったりプレースピードも速くなるし、その見てる側は面白いのかなっていう感じかな。国内にいた時は毎回日本人の人と戦ってたけど、移籍してから毎回多分代表クラスの外国の選手と戦うようになって、自分の中で変わったプレーとか気持ちっていうのが、国内にいた場合、外国人選手と戦える機会ってそのインターナショナルの時期と世界大会でしかないから、それの時間数で数えた場合、やっぱ外で出た方がその大きい大会になった時に慣れてる分いいパフォーマンスはできるのかなと思います。あとはワンシーズン通して戦って一番うまいなと思ったフィールドプレーヤーとゴールキーパー。フィールド、一番はやっぱチームメイトの、ヘンプっていうイングランド代表の方はすげえなみたいな、それは取れねえわみたいな、シュートもうまいし、それはシュートのスピードがすごいのか、威力がすごいのか。男子でいうと誰みたいな。男子でも一個は決定力はすごいなって思うな。トップレベルっていうか、一人だけ選ぶならその方だけど、結構もういるね。もうこいつうまっていう笑っちゃうぐらいの。キーパーは一緒にプレーはしてないけど見てる感じだったらマンチェスターユナイテッドのアメリカ代表のキーパー、今シーズンゴールデングローブ賞を取った、名前はちょっと忘れちゃったけど、その人のやっぱシュートストップ、枠内セーブ率っていうのはやっぱ高いし、ユナイテッド自身3位でリーグを終えてて、あの方がいたからやっぱその順位なんだろうなっていう。やっぱキーパーの重要性っていうのはやっぱ彼女が作ったっていうか。山下選手のゴールデングローブ見たいね。見たいね。目標にしてる何かしら取りたいなみたいな感じはあるかな。それがチームで優勝でもいいし、個人賞でもいいけど、せっかくいるんだったらねって感じで。今シーズンから加入した藤直葉選手はもうすぐチームに溶け込んでた。そうだね。まず髪型からしてみてもいじりがいのあるというか、声も特徴的だし、あの子も若いからあの子はヘンプとか、クミンっていうチームの人と一緒にいることが多いかなっていう。山は誰と一番？でも自分は特に誰かといるってことはないんだけど、やっぱケイティとネイかな。やっぱ動画にも出てた。そうだね。ケイティと一緒にいる時のキーパーの話とかはしたりする？あの子自身そんなサッカーを好きっていうか、本当に職業好きでサッカーしてるっていうよりかは職業としてサッカーをしてて、サッカーも見ないし、ただ練習してっていう、今まで出会った人の中ではちょっと自分が出会ったことないタイプだから、それはちょっと面白いなと思いながら。全然関係ないんですけど、コメントに
グローブの選び方の基準があれば教えてくださいっていうのがあって、今サッカーやってる学生でキーパーやってる子に、なんかこういうのを自分は大事にしてたよっていうのとかあれば。その自分でその備品を買うってなった時に1個はやっぱ消耗しやすいキーグロはちょっと手入れも面倒だなってなるから長持ちのいいスポンジが取れないようなグローブとあと値段かな、基本的にどこのグローブもちゃんとしっかりしてきてるしあとなんだろうフィット感あんまきつすぎるとテーピング巻くんでいつもだからあんまりきつすぎると圧迫感があって嫌だからちょっと気持ち大きめのとかかな。ちなみに毎回試合前にテーピング巻いてるのは、突き指予防。そうだね。1、2、3この3つの指にこうホワイトテープで巻いてこれは突き指予防で手首に、手首のこう持ってかれないような予防両手首に巻いてかないつもやって練習もそうだし、マンチェスターシティ行ってから、練習の日のその1日のスケジュールっていうのはどんな感じ？ホームの場合、このシティの施設の中にスタジアムがあるから練習場と近くにだから基本的には軽食をいつも食べてるダイニングで食べてそこから40分後ぐらいにチームミーティングがあってそこから15分後にそこから歩いて5分のところにあるから歩いてっていうで練習して試合してアップして試合かな。で終わったらもうすぐ帰る。チーム軽食が用意されててそれは別に自由で持って帰ってもいいし食べてもいいしっていう形で。ちなみに練習とか試合終わった後オフになった山下彩香の過ごし方は多分結構集団行動とかが苦手だから苦手ですねでもやっぱチームサッカーってグループで何かをすることが多くてそれにちょっと疲れちゃうから一人の時間が欲しいなって感じでもう結構家に引きこもったり、歩いてカフェ探したりとかいいな結構一人時間を大切にしてます。なんか今年ハマったネットフリックスネットフリックス見てたなでもイカゲームかなやっぱりねずっと見てるし次もうちょっとで3シリーズ目、出るからそれは絶対見てるしネットフリックスあとあれだなタイムレスのオーディション菊池風磨さんそうとあとチャンミナがプロデュースしたなんだっけ花のオーディション、ノーノーガールズのオーディションとか結構見てタイプロは最後の方もう泣いてたな、毎回意外とドキュメンタリーが好きな山下さんでしたあと愛の里とか恋愛系も見るんですそう何でも見ちゃう、今年初めて海外移籍して、代表活動してっていう両立は初めてだったと思うんですけど、その調整の仕方とか時差とかはどうでした？基本ヨーロッパからその代表で遠征する日本以外だったら時差が少ないからとか移動距離も短いからそこに関してのストレスはなかったし、その移動に関してもなでしこはビジネスで移動できる回数が増えたり、ホテルも一人
一人部屋とかになってそういうストレスも減ったし、まあでも試合数が多いからそれからまあ終盤怪我してしまったのはなんかもうしょうがないかなっていう感じかな。あとは代表の活動人でうん必ず持ってくアイテムとか重あ宝してるものまあその DJ 担当をやらせてもらってるからあスピーカあ、はい、ーは必ず持ってってであとなんだろうな絶対持っていくもの、まあ、iPad は絶対持ってくな。移動中のダウンロードして何か見たりとか、あとサングラスかな。眩しいのが苦手だからそんぐらいかな絶対持っていくのは。ちなみにケーグルは何個持ってる？いつも3つかな。練習用3つで回してなんか新品で試合するの嫌でなんかツルツルなんか滑る感じがしてなんか一回練習で鳴らしてやつじゃないとちょっと嫌かもな。3つだねとりあえず。それ雨用と晴れ用みたいな。それはないかな。なんか1個練習前日使ったとして2個あるじゃん、それを2つ試合用で持ってってアップ用と試合用で分けてて、でもしアップ用のなんかキャッチングの感覚が良かったらそのまま使うし試合も。それは毎回代表選ばれたら、ナイキに頼んで送ってもらうのかマンチェスターで使ってるやつを3つ持ってくる。まあ、海外組は基本そのナイキが一緒に荷物として送ってくれるから、そうだね、コテットミックスとキーグロサンダルランシュは代表のごとに毎回送ってもらって、だからそういう荷物の面ではすごい助かってます。スパイクは何個持ってる？いつも固定にミックス2ずつ入っててかな。それはまあでも試合持ってくのはいつも固定1個とミックス1個ずつ持ってってって感じかな。あんまり道具にこだわりはない？そうだね。ちなみに普段シーズンで、ケーグルの手入れはいや全然しないな。練習後にいつも水洗いしてなんだっけあれハンガーにかけて干してるだけ。日陰で。ケイティとかはどうなってる？いやなんか外国の方ってあんまキーグル洗わないんだよね。洗ってるとこ見たことないし、でもキアラはキーグルって濡らすとちょっとグリップが増す、キャッチしやすくなるから、キアラはいつも練習前と試合前にキーグルを濡らしてタオルでこう挟んで試合してたり。でも1個キアラがやってたんだけど、雨の日とかすごい逆にもっとツルツルしちゃってキャッチしづらいってなった時にワセリンをこうちょっと塗ってやったら結構グリップ力が増すから、これは結構おすすめ。今ゴールキーパーやってる人にめちゃくちゃためになると思う。そうね、ワセリンはいいと思うあれは。ちなみに山は、世界的にゴールキーパーでいうと身長は高い方？低いかな。こんなに背高いのに。でなんか日本にやっぱ帰ってきたらやっぱ平均身長がやっぱり低かったり建物自体が低く見えたりするから、なんか自分が大きくなったイメージがあって、でもやっぱ海外行ったら背高かったり建物も全部でかいし、なんかだから日本だったら大きいのかもしれないけど、海外からしてみたら背の低いキーパーかなと思います。海外からしたら背低いかもしれないけど、代表活動とか見てるとハイボールめちゃくちゃ
まあ、一番うまいと思ってて、ありがとうございます。シーブリーズカップのアメリカ戦でも、最後はボール枠からうん、身長低い人のプレーとは思えないんだけど、あここはどうやって意識したのか、どう高さを出してるのかみたいな。もうあれだね、もう準備次第の準備の質が全てかなって思ってて、多分まあ165センチの人でもそのまま垂直ジャンプしたら多分ポストにはタッチできると思うんだよね。ってことはポストの枠内に入ったボールは絶対準備次第では取れるはずで、そこだね、もう全ては。じゃああれって折り返されて、サイドから折り返されたシュートを止めたと。サイド入って中入ってくさびの人が多分後ろに落として、ペナ外からインサイドでこうコースを狙った感じかな。まあ、そのボールもまあそんなにストレートっていうか気持ちポンっていう感じだったから、まあ、その足運べる時間と、まあ、距離も出たし、まあ、時間はあった方かなと思います。あの時はもう絶対取れるという自信が。自信はその瞬間はなくて、でも一個自分の中でその被ってて、前の選手ディフェンダーと日本人の選手かな、そこで見えなくて、こう体をずらしてそのキッカーとボールのタイミングを見て、それが一番良かったかなみたいな。見えないまま多分反応してたら多分あれ入ってたと思うし、その、まあ、重心はちょっと良くないんだけど、なんだろう、正しくないっていうか。なんか今の世界的にゴールキーパーって、昔と違って足元上手くないとなれない、っていうイメージがあるんだけど、その山下選手的に、足元上手くなるキーパーになるためには、どういう練習をしたらいいかとか、今の学生に。でもフィールドの練習にやっぱ混ざらせてもらうことは結構大事かな。ポゼッションとか基礎練でもいいし、そのキャッチしなきゃいけない、なんだろう、上半身を温めたりキャッチの基礎もやんなきゃいけないんだけど、なんか、まあ、もっとフィールドフォワードだったりセンターバックやってきて、でキーパーになったから、そうなんだろう、たまたまビルドアップができる方なのかもしれないけど、キーパーだけやってきた選手を見る限り、なんかもっとできることはあったんじゃないのかなとか思っちゃうかな。まあ、その小さいなんか今キーパーを固定してないクラブもあるじゃん、全然それでもいいと思うよね。ローテで人気がないポジションだけど、なんかその自分がフィットしたポジションにやればいいだけだし、なんか無理やりキーパーやらされたとしても、まあ、自分なんだろう、将来プロサッカー選手になりたい場合、なんかそれも自分のためだと思って向き合っていけばいいかなって思います。最後に、来シーズンに向けて、意気込みを。来シーズンは、タイトルは何一つ取れなかったんで、そのタイトル取れるようにチームに貢献して、来シーズンは多分ワールドカップのアジア予選があると思うから、そこでやっぱ、優勝したいなって思います。マンチェスターの意気込みは？マンチェスターは、チェルシーにリーグで1回も勝ててないから、チェルシーに勝ちたいな。応援よろしくお願いします。お願いします。